第2項始めます。こんにちは、キクオです。まずはですね、和音コード進行と呼ばれる部門について話していこうと思います。オルガンの部分にあたる伴奏のことですね。コード進行、2つ以上の音を同時に鳴らした時になる音のことですね。この3つの音を同時に鳴らすとこういう音になるわけですね。この音の連なり、2つか3つかそれ以上のコードをですね、どんどんこういう風につなげていく行為っていうのが、コードが進行していくのでコード進行みたいな言い方をしたりします。みたいなことですね。どういう仕組みなのかっていうのをこれから解説していこうと思います。このコード進行というものはですね、非常に教えにくいものでして、なんでかっていうと、あまりにも奥が深すぎるんですよ。コード進行の話だけで本が一体何冊出るんだっていうレベルだし、何かコード進行について言おうものなら誰かしらから絶対に反応が来るぐらいのですね、議論に議論がもう日々苛烈な分野ということでですね、自分もなかなか下手なことを教えるわけにはいかない。そんな中でですね、キクオは一体コード進行についてどのように教えるのか、実用的なものに限って教えます。要するにシンプルでかつものすごくいろんな範囲に応用ができて、それでいてちゃんとかっこいい、そういう本当に実用性重視のコードとコード進行にのみ自分は限って覚えてるので、ちょっと難しいことしたい時っていうのは俺もうググってます。いちいちググったり YouTube で講座とか見てその都度思い出したりしてます。なのでですね、難しいものではないのに簡単にかっこよくなってしまう、そういったものを中心に教えると思っていただければ幸いです。なぜなら使わないからなんですよね。だから使える知識だけを使って、使わない知識はもう忘れていっちゃっていいんじゃないかっていうふうに思ってます。ということで、とりあえずですね、見ていきましょう。コードの覚え方ということで、まずは一番シンプルな話です。この形ちょっと見てください。ドミソので、次にこっちの形見てほしいんですね。ドとミがちょっと下に下がった音で、黒鍵盤のところに下がった音で、ここの音同じです。一番上の音と一番下の音は同じなんだけど、真ん中の位置だけちょっと上にある、ちょっと下にあるって状態です。この2つのコードっていうものが全ての元になってきます。どういう響きになるかっていうと、ちょっと聞いてみましょう。という響きでですね、この左の方がですね、この右の方に比べてこうやって2つ連続して聞くと、左のやつの方がやや明るい印象、右のやつの方がやや暗い落ち着いた印象っていう風になると思います。この形はちょっと覚えておいてください。で、次にですね、大変よく出てくる6つの和音というものがあります。それここに並べました。ちょっと一回聞いてみましょう。ということでですね、この6つのコードっていうものをめちゃくちゃいろんなパターンで組み替えることによって、大体もう曲が作れてしまいますっていうのがキクオ流の実用的なコード進行の使い方で、これ今3つ音重ねてるんですけど、4つ重ねたりとか、さらにちょっと上の方向に4つ重ねたりとかいうパターンもちょっと出てくるんですが、これ後で解説します。まずはこの3つ重ねるパターンっていう一番シンプルなところから解説していけたらと思います。これ番号を振ります。それぞれに1、2、3、4、5、6っていう風にちょっと設定すると覚えておいてください。1、2、3、4、5、6です。じゃあこれ実際どういう風に実用に生かすのかとやっていきたいと思います。まずですね、4、5、6の順番に並べてみたいと思います。今回ですね、非常に適当に打ち込んだメロディーに対して様々なコード進行を割り当ててみるっていう形で、たくさんコード進行の組み方っていうのを紹介していく中で、実際の使い方っていうものをなんとなく分かっていただこうと思ってます。仮のメロディーっていうのはこんな感じです。何の変哲もないメロディーということでですね、ちょっとこれ上に表示しますね。で、こっちコードです。じゃあこのコードを4、5、6の順番に並べてみました。じゃあどうなるか聞いてみましょう。っていう感じでメロディーに対してちょっと表情がついたわけですね。これが4、5、6の進行です。これはですね、タイミングを変えることもできます。4をちょっと長めにやって、5と6を短めにちょっと鳴らしてみますね。
ちょっと感じが変わったんじゃないかなと思います。でこの456の進行っていうのを今度は早めてみますね。これもちょっと表情が変わって、それでもいい感じに華やかな感じになってくると。でテンポを遅めることも全然できます。これ456で並べてるだけです。これなんですけど、全部選択して全部もう一つ上に上げる、これでも成り立ちます。ちょっと聞いてみましょう。全然いけるわけですね。でこれもう一つ上に上げたやつです。全然いけてしまうわけですね。456じゃなくて5を抜いて46にしたパターンです。これでもいい感じになると。5も6も抜いて4だけにしてみたと。この456っていう進行の中でも結構いろんなことができるわけですね。っていうことでこの456の進行だけを使ってメロディーはずっと同じで曲らしい展開をちょっと作ってみます。それこちらになります。結構これでも曲っぽくなったんじゃないかなと思います。メロディーも同じだしドラムもちょっと足しましたけど、今何を伝えたかったかっていうと、さっきの 1,2,3,4,5,6 で一番使いやすい6つのコードですって並べたものから4,5,6っていうこの3つだけを使ったとしても結構曲っぽくなってしまうってことなんですね。つまり難しいことをあんまり覚えなくても使えるものだけ覚えるっていう風に決め打ってしまえば、覚えるべきコードっていうのは実はかなり少なく済むんですね。余計にあんまり頭も使わなくていいし、で事実この456だけで作られた曲でプロの曲とか市販の曲にもめちゃめちゃいっぱいありますっていうのでですね、今のでだいたいコード進行のフィーリングっていうのがどんなものかっていうのがつかめたんじゃないかなと思っております。いっぱい音聞くことによってどんどん理解が深まってくると思います。今度は456の間に3を挟みます。4536を挟みます。ちょっとまず456をやってみましょう。これ456です。4536にしてみます。これが3です。またさらに感じが変わってきたと思います。もちろんさっきみたいにテンポ遅く配置することもできます。これ4536です。でもちろんテンポ速くすることもできます。次は4536の後に456と進行してみましょう。こんな感じです。これでさっきの456よりもさらにまた一つバリエーションが増えたっていうことになるんですね。さらに組み替えてですね、453636です。やってみますね。こんな風にしてちょっとここからどんどんいろんなコード進行っていうのを紹介していくんですけど、自分の曲の中に今回紹介したコード進行っていうのを丸パクリして全然いいです。コード進行って著作権ないので、どんどんコード進行をパクってですね、自分の曲に取り入れていくうちにフィーリングがつかめてくるものなんで遠慮なくやってくださいと。453636とやった後に445555とやっていくとちょっとそれらしい感じになって、でまた4536でちょっと盛り上がる雰囲気を作ってみましょう。
みたいな、12345どころか3456の範囲のこの4つだけでも結構バリエーションがもう作れちゃうんですね。人によっては、あるいは作るジャンルによってはもうこれだけで十分っていう人も全然いますっていう風にやればですね、コード進行っていうものに対する難しそうだなみたいな感じとか、ちょっととっつきにくいなみたいな感じはだいぶ解消されていくんじゃないかなと思うんです。要するに突き詰めていけばとことん奥深くまで突き詰めていけるんだけど、簡単に使おうと思えばとても簡単に使えるというものなんですね。でしかも曲によっては別に簡単なものだけで全く構わないというのがこのコード進行っていうものの特徴というふうに自分は考えています。最初の初心者みたいな感じの方だったら、この進行に限定していろんな曲をまず作ってみるっていうのが俺はすごくいい練習になると思います。でこのコードなんですけども、例えばこれですね、この真ん中の音ですね、これ1オクターブ上とかに持ってきてもコードのイメージみたいなのは失われないんですね。どういうことかっていうのを聞いてみましょう。まずこれ普通の456です。次この真ん中の音っていうのを、これ1オクターブそのまま上に上げたものっていうのを聞いてみましょう。すっきりしたようなというか爽やかな感じになるんですね。どれも全部ノートの位置は違うのにイメージは全部同じぐらいっていうことが理解できたかと思います。でだいたい12345のこの3つ重なりの和音というのをいろんな形で組み合わせてやるだけでポップス的な曲なら作れてしまうということなんですね。これはれっきとした事実でして、これだけで曲を作ってる人ももう何度も言いますけどたくさんいます。ヒットソングもたくさんあります。なので今自分が作っている曲っていうものに対してそんなに複雑なコード進行いらない、もう大体十分だとあなたが感じるのであれば、それの範囲でしばらく作り続けちゃって、てかもうずっと作り続けちゃって全然大丈夫です。大丈夫なんですけども、難しい方も紹介します。これから今までやってきた12345の組み合わせで一つの曲っぽい展開を作ってみます。このたった6つのコード進行の力だけでどれぐらい表情を生み出せるのかっていうのの実践例をやってみます。これもし余力がある人でしたらどの番号のコードを使ってるのかちょっと考えながら聞いてみてください。ということでですね、この6つのコードの組み合わせだけでこれだけのことができますよということのご紹介でした。これを今すぐ使って曲作ってみたいっていう気持ちがもしあなたが流行ればですね、もうこの時点で動画閉じてですね、この6つのコード進行を使ってどんどん曲を作ってみればいいと思います。それでちょっと物足りなくなってきたなとか、ちょっとやり尽くしたなと思ったらこの続きを見るということで、そういう使い方をしていただいて全然構わないです。